新見博宗さん、当時6歳。爆心地からおよそ 1.7 キロ離れた平野町の自宅で被爆しました。出かけようと玄関にいたところ、爆風で庭に投げ出されました。倒壊した家の下敷きになった母親を置いて避難したことが一番つらい記憶です。避難途中に見た死体や内臓の出た人々を今でも覚えています。手足に怪我を負い、現在でもガラスの破片が体内に残りますが、体の傷よりも心の傷の方が深いと言います。カタカナの広島を知り、平和について考えてほしいと語ります。私の家族は6人家族です。当時はね、両親と兄が2人と姉が1人と私でした。私が一番末っ子です。3なんですね。ですがその中にプラスね、おじ母の弟の家族が3人おりました。これは建物疎開でね、避難してきたという状況ですね。これはね、私の人生で本当一番恵まれた時期でした。で、住所はね、平野町、今の中区平野町ですね、当時は平野町が自宅でした。で、父が鉄工所しておりましてね、それは今私が住んでる南竹山町ですね、そこでした。町一番の武芸者なお金持ち夢ですね。の末っ子ですからね、大体想像つくんですが、もうボンボンでしたね。しかしその父は戦前この時に金属回収令がありましてね、鉄工所の道具全部停止されて、鉄工所を継続する不可能になりました。それで中国電力へ就職するんです。就職でも多分縁故だと思うんですよね。取引があって聞いてますからね。当時見たらああいうスペースがあるんだろうかいう広い土地にですね、総2階の大きな家がありました。周囲も長屋でしたね。5軒長屋7軒長屋ね。ですがいわば地域の集会所的な家でしてね、本当にたくさん人が毎日出会いしてました。1階はね、被爆したのは二間続きの和室でした。タンスのところでね被爆するんですが、2階にいましたおじの家族3人が、夫婦と子供3人が住んでまして、私のいとこにあたる子ですね。遊びはね、兵隊さんごっこですね。よく覚えてます、兵隊さんごっこいうのはね。で、平野町の自宅のすぐそばにね、第5師団の陸軍が行軍する毎朝行軍するコースがあるんです。今もあるんです、その道は。それを毎日見て一日が明けるという生活でした。2階がね、おじさんがおばさんいとこいたんですが、当時はね、もう遮るもの宇品の浜まで見えてましたね。で、例えば B29かなんか知りませんが、連合軍の飛行機偵察が攻撃しますとね、追撃の日本の飛行機が飛び立ってたんですが、それをよく見てましたね。で、よく言ったカラスとトンボいう言い方してました、子供の頃からね。向こうの飛行機が大きいんですね、高いし、すぐ追撃的トンボがですね落とされる、そういうのを見てこんちきしょう子供の頃に思ってましたね。当時は長男と次男は学童疎開、姉は当時はね、5年6日は月曜日なんですが、5日からね、千田町の友達の家に泊まり込みに行ってました。母親と私が1階におりました。2階にね、おばさんといとこおりました。
おじさんはねやっぱり早くから近所の片付けかなんかそういうとこ行ってたんですよね。だから被爆した八丈には4人がいたんですね。母と私とおばといとこと。まず当時私右目を患っておりましてね、今の赤十字病院、日赤病院、そこへ行く予定でした。それが今に当時はね、例えば着るもんでもね一丁らいうことはご存知ですか。もう一枚をねもうフォーシーズン全部着るのが一般でした。ところが私はね病院行くのに着替えさせられました。で着替えをしておりました家の中で。それでまあ直接外で被爆しなかったいうことになると思うんですね。で母はまあ私は玄関先にいたんですが、母は今言いました1階の負担を続く和室で母も着替えておりました。したがってですね私はまあもう玄関の戸を開ければ外出れるところでしたね、多分間違いなく。で、被爆はねはっきり言いまして何も記憶がございません。何が起こったかもわからない。6歳の子にしてはねまるでその想像の絶す状況でして、まあよくピカドンとかピカとか言いますがね全然そういうことないですね。ですが気が付いたらね四方が庭でした。その庭にね家が倒壊全棟いますが倒れまして、そこで庭で投げ出されていて、それをまあ2階にいたおばといとこがねもう私も遠くまで飛ばされたんですが、やっぱりおばはねかなり重傷しておりましたが足を負いました。でそこで引き返すんです。それが時間にしたらそれは分かりませんが、おばの後々聞きますとね多分8時、30分が経過してじゃないか言うんですが40分ぐらいでしょうかね。2、30メートル。母はね私の連れて日赤行くわけで着物に着替えてました。しかしね1階におりまして爆風で飛んで倒れました家が。まあ倒壊した柱の下でね、まあ、全身血まみれで見えました。でまあ私にとっては一生で一番つらい記憶ですが、やっぱりね私当時ヒロそう言いますがヒロちゃんの時ね大きな声で母がね呼んでおりました。早く逃げなさいいうこと言いましたね。それはなぜかというと火の手がどんどん来ておりましてね見えたんでしょうね、感じたんでしょう母も下敷きになって。それでおばがですねおじもとにかくお姉さんは自分の落下するから早く逃げなさいんでねおばがまあしゃにむに親子を引き裂かれた感じでしたね。正義の味方なら助けてあげたいな、そういう気持ち子供僕も持ってましたね。ですからそういう気持ちが強かったから自分の母親になるとね言葉の表現できないでね、記憶に残ってるのは偉い人になってください。それはですね多分もう死を覚悟したことなんですね。それつらいです。この人間の本能だと思うんですね。爆心地の方から火が出てくる、だんだん広がってくる。1.7 キロです私は。だんだん近づくから、まあ先を母もねそれ分かって、まあ、自分も達観して子供だけ持ってやるんだと思う。だから爆心地から外へ避難する
行動ですね、それは当然だと思うんですよ。でそれは宇治の方向、みゆき橋から宇治の方向、そうでした。私もその中でどこへ来るのも分かりませんが、とにかく流れの中で流れに乗っていいかな。もうすでにね亡くなられただろう思う人たくさんおられましたね。これはご遺体らしきご遺体らしき状況の人、それから衣類がちゃんとした着方なんですけど燃えてながらね倒れていかれる方、そういうことがありました。それからよく言うようにみゆき橋ではね内臓、私も目の止まってたのは皆さんでしたが、内臓がね出てる人とかね、そんなのいろいろいました。それでみゆき橋の記憶は私は非常に覚えてるんですが、路面電車が通ってて両方に歩道がある。で宇治長の歩道、私は当然檜山橋側の歩道を通ってたんですね。で私はねその後々いろいろおばやなんかの想像の話ですが、おばもちゃんとしたようなんですが、多分9時半ぐらい通ったんでしょうね。私はもう当時は右足踏み抜きをしておりましてね、瓦礫の中歩いていたもんで、それで歩くのも難しかったんですが、それでもね痛いとかいう感じないままにねみゆき橋にまで行ったんですが、私はねものすごいもうご遺体か分からない踏んづけて言いました。それもね全然罪の意識とかね、そんなもう全くもう本当今までパニック状況ですよね。ただみゆき橋でこちらで渡りますと、右側にカード手があったんです。そこへ行きがありましたね。それは多分第五師団が宇治の今の松さんのところにあったそういうことだと思うんですが、そちら行きましたね。で結局最終的には宇治団には神田神社へとこ着くんです。それも後分かったんですよ。そこに軍人がですね「おい坊主」おい坊主いう言い方でしたね。おい坊主ここへ寝ろいう感じでした。で神田神社の境内の土の上に寝るんですがね、その時も私一人でしたね。おばも一とこもいませんでした。で右足に踏み抜きがしてましたからね、それを引っ張り抜いてくれるぐらいのことでした。あと全身のことは血だらけで、私も血だらけだったんですが、何も構ってもらえなかったですね。で一方ではね、境内の隅っちょでがダビングスもやっておりました。で私が寝てから寝かされるとこからそうですね10メートルかな距離ですから、どんどん次々ご遺体が運ばれていくという状況でしたね。私もねなぜか知りませんが着いた時は赤子を抱いておりましたね。全然なぜかわからないんですよ。小さい血のみごみまで。ところがね軍人がね「おい坊主これ稼い亡くなって死んどるから」って言って取り上げました。ですぐダメにしました。なぜか全然わかりませんね。全然私覚えたらわかるんでしょうが一人でしたから。それから多分2、3日はそういう状況だったと思うんですね。その時軍人はねあそこ京橋川ですが、京橋川からねもたせられてこうご遺体を飛びでこう上げる。で私が簡単に寝るって土の力ですからね、寝かされただけですからね。で「おい坊主ここでお母ちゃんが会えんぞ、近く行かないとダメだかい、今から私らみゆき橋まで行くんだけどそこから家まで帰れるか」いうことが言いました。家族に会える期待がね出ました。でついていきました。で、みゆき橋のとこで坊主ここから行けるかいからね、仙台小学国民学校って当時ね、仙台国民学校までは一本道ですからみゆき橋が行きますんで、そこから一人で仙台小学校に国民学校に行きました。そうするとね仙台国民学校の近くでね近所のおばさんが「ひろちゃんひろちゃん」って声かけてくれました。あの時ね本当嬉しかったですね。だからねなお嬉しいことだった。「ひろちゃんお母さんが生きてるよ」いうんです。
で実際ですね、そこから30メートル3040メートル選択国民学校の正門があるんですが、行きますとたくさんの人が避難してました。そしたらね、父親とまず会いました。父親がね、岡山から帰ってましてね、それでまあ家の被爆元の家の後へ帰れね、仙台国民学校にいること書いてあるんですが、私はまあそこが行ってないから、父親もね一生懸命探してたんですが、その時は母親に会ってませんでした。私の方がね、母親を先に見つけました。しかし見つけた時母はね、こう首から上がね、まあ結果的には打撲ってたんですが、大きな出血だらけですね。包帯なく切るを破ったもんね、こう全部巻きつけられて、そして顔が分かるね、体つきがね、体の格好がね、声でね分かりました。嬉しかったですね。母親もね、目を隠してるから動けないんですね。ずっと追って「ひろちゃんひろちゃん」って言ってたそうです。私は逆にお母ちゃんですね。でたまたま私が母親見つけたんですね。多分母親じゃないかなと思ったのが、行ったらお母ちゃんやったらひろちゃんって抱いてくれました。まあそれがね、人生でまあ母と別れた時、会えた時はね、私に最も貴重な記憶です。あと兄もね、翌日ぐらいかなに、あれは父親が探しましてね、仙台国民学校から帰ってきたもんだから来てね、見られました。まあ仙台国民学校で家族がみんなが会えたのが多分10日前後だと思うんですね、8月のね。大きな屋敷で御殿みたいな家だったんです、先言えばね。そういうとこからね、まるで何もなくなって、仙台国民学校から500メートルのところです、私の自宅は。そこにね、兄がやっぱりあなたが力になったように記憶してますが、トタン板ですか、波板ね、あれを拾ってきましてね、でそれをまあキャンプのテントがあるじゃないですか、こういうのがね、こういう2枚をねこう針金でくくってね、まあ、そういうものを焼き型に作りました。だから2つ3つぐらい作ったんですかね、こういうのね。それにまあ6人家族がまあ寝ると、もうその秋が来て冬が来るんですが、やっぱりずっと同じものでした。ショックですね。ショックはね、やっぱり私と母親が担当しましたね。それもどうして分かったんかしませんが、情報、まあ、今の情報がね、どういうルートで入ったかしらない、濃い当時の JR 今の西広島です。あそこまでね片道5キロぐらいはね、まあ、道なき道ですよ、やっぱりね。それをずっと手引かれていきましたね。でぬかの団子です。こんな野球のボールぐらいのね、ぬか団子、米なんかないですね、米麦も。ぬかの団子をね配給が母がどっかで聞いてきたんですね。でそこへ行って6人家族ですからね、まあ6つか12個かいるんですが、で行きますとね、1人2つずつ配ってくるんですね。だから並んでまた後ろに並び替えて3回したらね、1人2つ12個になりよったらですね、それを持って帰るんです。ところがぬかですからね、もらう時は確かに丸いような格好してるんですが、5キロ歩くのはもう本当にぬかばかりの状況でしてね、それにまあ水を足したりね、水っても京橋川の水ですよご遺体がまたご遺骨がしたがるところの水をでしてね、それがまあ言えば主食みたいなもんですね。それがまあ3つばかりを記憶するんです。もう一つはね、
今広島大学の、広田病院があるでしょ。あそこは旧国鉄宇品線の上大小駅がありましてね、宇品繊維がありましてね、でそこにはね鉄道臭いことは言うんですが、要するに食べれる食物をね、やっぱりどういうことでそれを選別したんか知りませんが言ってました。でペンペン臭いような言い方しましたね。鉄道臭とペンペン臭いのはもう子供の時から覚えてました。湯を沸かすんです。湯でも京橋から持ってきた水ですよ。それを沸かしてそこへ鉄道臭をねつけて茹でるだけ。まあ今で言うとこの間もあったんですが陶器瓶ですかね、恵比寿港なんかで売ってるじゃないですかね、ああいう状況でした。それが2つ目。もう一つはね、京橋川がすぐ近くだったですね。100メートルから150メートル200メートルぐらいかなとこでしたから、今のように護岸もねきれいに整備されてなかったですね。当時はね護岸にね青のりがつくんですよ。のりがね。それをね干潮になったら取ってね、瓦礫の中にあった針金にぶら下げてね乾かして、それとか貝とかね、貝はね凝ったら出なかったですね。シジミ貝ですかね、そういうもの食べてました。花のね葉っぱとかね、要するに毒にならないものって何度も口に入れてました。私なんか特に独裁ずっと裕福な生活ばかりして身についてるから、こんなに対応する能力なかったですね。親父が鉄工所を続けてるわけですが、鉄工所の中で勤めになってね、天国から地獄ですよあんた。まさにそうです。そういうことで保証人にたくさんなってましてね、それは私もそういう保証人制度全然わからなかったんですが、例えば親戚縁者の保証人だけでもね、後々聞いたのが12、13あったんですよね。それ親戚縁者じゃない人のがあったらしく、で取り立てが来ましたね、たくさん。で私はほとんど勉強することが不可能でした。で仙台国民学校はね21年4月に入学するんですが、先生もほとんどいない。から校舎も全然ないし、ね、だからもちろん教科書は引きようが全然なしですね。ただ学校に入学したいだけのことですね。しかしね、やっぱりその被爆前にね本やなんかたくさん買ってもらったんでしょう。買って読んでくれた人いましたね。母親や兄弟がね、特に姉がね。ですから割とね勉強ができてたのが分かりやすい言い方で、ね、4年の3学期にね東京から転勤族の子が来ました。東京の子が中国財務局長の息子でしたかねああいうの来るんですね。で仙台小学校はですね、やっぱり袋町小学校とはやっぱり割と人口高いところでして、そういう人の宿舎員か官舎員かそういうのが近所でたくさんありましてね、たくさんそういう人がおりました。で当然もう負けましたね、私は。彼らはね1年とか普通の生活勉強してる。私なんか土の上で「あ」とか「い」とか「1たす1」やってそういう、ね、土の上から紙の上に字書くようになったのが3年の3学期です。そしてその時もねずっと4年の1学期2学期3学期休場でした。ところが3学期に転機し5年の1学期へその子が休場になりました。ところでその頃やっぱりね、私も多少昆虫症ができておりましてね、それで頑張りました。で5年2学期からまた休場、6年3学期ずっと休場したんです。それはね本当に母親と同じようにねダメージを受けてます。例えばですね、昭和20年に被爆しますね。昭和40年にはですね全くの仮病になります。仮病、脊髄の中にね腫瘍ができましてね、体が動かなくなりました。それはね
脊髄性腫瘍炎でしたね、そうしか名前は付けられないんですよ。今でもここにガラスが残ってるんです一つね、右手にガラスがたくさん残ってましてね、将来影響するなら、まあ、出してもらいます。大学病院でね、広大病院で当時広大医学部でね、附属病院で近所にはやっぱり一つ整形外がありましてね、開業医さん、そこでもよく知ってる、そこでも23回手術というか、ちょっとね、被害ですよ。ところが今一つ残ったのはね、これは小さいんですがね、レントゲン撮って分かったんですね。斑点がある、ここの骨がないから黒くするのと同じで、ね、斑点が小さいのがあるんです。どうしたんかとやっぱりガラス残ってる。しかしね、もう70年も80年も生きたっていけないから、このまましてこれ記念に思ってやったんですが、被爆の中でさっき踏み抜けることは言いましたね。から全身のことは言いましたが、特にね、右手の親指、現在こうなんです。サイズが違いますね。これがね、ブランとぶら下げてる感じです。それもね、自分は痛い避難する時も右京さて感じに行くんですが、その時もね、なんかブラブラしとるぐらいのことで、痛みもなんもなく、踏み抜きも痛みもなんもなく、ただね、痛みより母親の会いたい、そればかりでした。しかしこれはね、それで、10日前後で家族であってですね、その前に、神田神社で軍人がね、これどうしたんかいから、そこで初めて、ああこうなっとるわ。それがね、子供ですか分からんですが、もげるぐらい思ったんですね、プラント。そしたらね、なんか簡単にこうしてくれたんですよ。それで父親と母親の父親がね、これはお指があったら4本指になるで言って、ね、近所の会議を行って、当時医療機器もねあまりない時に、おやじが町内会だったから懇願してね、形だけでよくお褒めしてくれて頼んでつけてもらったんです。それは被爆のどこでどうなったか分からんですよ。吹き飛ばされたとかどっか引っかかったのか全然分からないです。しかし痛みが少々ないことは想像つきますね。血はだらだら出ますね。このプラサだったんですがね、それをこうしつけたんです。例えば切り傷とかねいうのは治りました。しかし私は被爆証言する時にですが、その外見的な身体的なね被害よりね、心の被害、これがね大きいと思って、母親もそうでしたね。私もそうです。先ほどついつい不細工な方のやはりね、母親も私と別れた時のねことを一番の人に語ってましたね、辛さをね。私もそうです。私は今78歳ですが、今日は不細工なところにして申し訳ないんですが、そういう精神的ダメージはね、これはなかなかね、皆さんには分かりにくいかもわかりません。広島、カタカナ広島、知ったとします。知ったで終わるでいいでしょうかね。知ったらいろいろね、自の感性を働かしていろいろ思いがあるでしょう。感じることもあるでしょう。やっぱり行動しないと意味ないですね。でしょ。それ行動するとだって大げさですが、例えば高校生平和大使やったら証明活動だっていいじゃないですか。町内会の総裁だって何でもいい。特に広島にね生まれ育った若者、あれ縁あって大学とかね修行来た若者にはね、まず広島、カタカナの広島を知る、で平和いうことを考えるいう若者になってもらいたい。